試作品を雰囲気から本番へ。今回の主役はこの一言ですわ。雰囲気から本番へ。かっこいいのだ。でも意味がまるでわからないのだ。この動画を見れば、話し言葉で AI の部下を作る手順が最後までわかりますわ。話し言葉だけで作れるのだ。それはぜひ聞きたいのだ。おととい、2026年8月3日、Google が5日間の集中講座の報告を出しましたの。5日間の講座の報告なのだ。何人くらい参加したのだ。35万3000人ですわ。しかも参加費は最初から最後まで無料でしたの。35万。中規模の市が丸ごと生徒みたいなものなのだ。2024年からの累計だと200万人。しかも教材は今も残っていますわ。それなら今からでも追いつけるのだな。中身が知りたいのだ。まず、それはどんな中身の講座だったのだ？ Google とカグルという分析協議の場が組んだ5日間の集中講座ですわ。カグルってそもそも何なのだ？機械学習の腕試しをする世界的な競技場ですの。学習教材も置いてありますわ。なるほど。データ分析の甲子園みたいな場所なのだな。そこに35万3000人が登録して同じ教材を同じ日程で進めましたの。みんなが同じ速さで一斉に走るのだ。5日で一区切りですわ。設計から安全、公開までを一周しますの。とりあえず動いたら終わりじゃないのだな。そこが今回の肝ですわ。本番に耐える形まで持っていく講座ですの。教材としてはどんなものが配られたのだ？手を動かす実習の手順書と技術解説の白書ですわ。読んで動かす形ですの。読んで終わりにならないのがいいところなのだ。最後に自由課題があって手を動かした人だけ一気に腕が上がりますわ。自分の作品を出すところまでちゃんとやるのだな。今も自習用として全部残っていますの。ここが一番おいしい話ですわ。バイブコーディングってそもそも何なのだ？話し言葉でプログラムを作ることですわ。命令ではなく相談で進めますの。つまりコードを一項も書かないってことなのだ。書かないというより書くのを任せますの。人は行き先と合否を決める役ですわ。タクシーに乗って行き先だけ伝える感じなのだ。近いですわね。ただ道が合っているか見るのは乗る側の仕事ですの。完全に丸投げすると変な場所についてしまうのだな。そこですわ。だから雰囲気で作った試作を本番へ上げる手順がいりますの。試作と本番の差って具体的には何なのだ？動くだけの試作と壊れても直せる本番、差は3つありますわ。その3つ1つずつ聞いておきたいのだ。失敗した時の戻し方、勝手に暴れない仕切り、そして何をしたかの記録ですの。作る話より作った後をどうするかの話が多いのだな。そこを5日でまとめて教えたのが今回の講座ですわ。雰囲気で作ってそのままでは終わらせないのだな。合言葉が雰囲気から本番へですの。冒頭の一言はここから来てますわ。エージェントって普通のチャットと何が違うのだ？自分で道具を選んで順番に使って目的まで進む仕組みですわ。その道具って例えばどんなものがあるのだ？検索、計算、表の読み書き、それに外部サービスの呼び出しあたりですの。新人が道具箱から自分で工具を選ぶ感じなのだ。まさに違いは1回で終わらず様子を見て次を決めるところですわ。考えて動いてそれを見てまた考えるのだな。最小の形はこれくらいですの。目的、道具、繰り返し、停止条件ですわ。骨組みだけなら思ったよりずっと短いのだ。短くていいんですの。むしろ難しいのは道具の説明文の書き方ですわ。たかが説明文でそんなに動きが変わるものなのだ。AI が使う道具を選ぶ判断材料ですの。曖昧だと呼ばれませんわ。道具の求人票みたいなものなのだな。いい例えですわ。いつ使うか、何を返すかを一文で書きますの。書き方一つで結果が変わるのは面白いのだ。ここがわかると話し言葉で作っても壊れにくくなりますわ。1日目に当たるのが設計ですわ。ここで結果の8割が決まりますの。設計ではそこで何を決めるのだ？目的を一文で書く、道具を絞る、止め方を決める、
記録を残すですわ。道具は多い方が何でもできて強引じゃないのだ。逆ですの。多いほど迷って遅く高くなりますわ。最初は3つまでが目安。絞った方がかえって賢く動くのだな。止め方も大事ですわ。何回回したら諦めるか、必ず上限を決めますの。その上限を決めないとどうなってしまうのだ。同じ失敗を延々と繰り返して成果はゼロで料金だけが増えますわ。延々と失敗し続けるのはかなり怖いのだ。体感で言うと上限なしで一晩放置して数千円が飛ぶこともありますの。寝ている間に財布だけ軽くなるのだ。記録も忘れずにどの道具をどの順で読んだかを残しますわ。後から落ちた原因を終えるようにするのだな。ここまでが設計。作る前の話ばかりですけど、一番効きますの。作りたい気持ちを抑えるのが大事なのだ。急がば回れなのだ。安全って具体的には何から守るのだ？一番の相手はプロンプトインジェクションと呼ばれる攻撃ですわ。なんだかトゲトゲした名前なのだ。何なのだ？読ませた文章の中に偽の指示をこっそり紛れ込ませる手口ですの。新人に偽の指示書を渡して勝手に動かすのと同じ構図ですわ。取引先の資料に仕込まれてたら気づけないのだ。だから外から来た分は指示ではなくただのデータとして扱いますの。文章としては読むけれど従わないのだな。2つ目が権限の最小化。使える鍵を必要な分だけ渡しますわ。家中の鍵をまとめて渡さないのだな。3つ目が人の承認ですわ。消す、送る、払うの3つは必ず人が押しますの。取り返しのつかないやつだけ止めるのだな。そこですわ。読むだけなら自動、変えるなら確認が基本線ですの。そこに線が引けると安心して任せられるのだ。次は本番に出す話。ここが山場ですわ。やってみたくなったらいいねを先に押しておくのだ。3つ目が公開ですわ。手元で動くとみんなが使えるは別物ですの。手元でちゃんと動いてるのに何が違うのだ？同時に何人来ても落ちないか、鍵が漏れないか、直せるかですわ。自分だけで使っている分には気にしないやつなのだ。講座では雲の上に置いて他人に触らせるところまでやりますの。5日でそこまで行くのはなかなかすごいのだ。外に置くで思い出しましたわ。全然関係ない話なんですけど。急にどうしたのだ？何の話が始まるのだ？あの郵便ポスト、最初から赤かったわけじゃないんですのよ。生まれた時からずっと赤だと思ってたのだ。明治の初めは黒だったそうですわ。夜に見えなくて困ったんですって。暗いと黒は消えるのだ。それで赤にしたのだな。目立つからという説と消防の色に合わせた説があるようですの。たかが色一つ決めるのにもちゃんと理由があるのだな。で、僕らは何の話をしてたんだっけなのだ？あら、公開の話でしたわ。ここからが本番。みんなの作品の話ですの。実は今回一番聞いたのは教材ではなく仲間だったんですの。一人でやるのとそんなに違うものなのだ。ディスコードという交流の場に39万2000人が集まりましたの。講座に登録した人より多いのだ。講座の登録が35万3000人、集まりの参加者が39万2000人ですわ。もともとの住人もまとめて混ざっているのだな。そこで一緒に不具合を直したり、勉強会を作ったりしていますの。一人だと詰まったところでそのまま終わってしまうのだ。まさにエラー文を貼るだけで誰かが似た経験をすぐ返してくれますわ。帰ってくる速さがそのまま独学との差になるのだな。作ったものを見せる場があると完成まで走る人が増えますの。誰かに見られると思うと最後までやりきるのだ。正直に言うと教材だけなら3日で飽きますわ。人がいるから続きますの。でも人が多すぎて話が流れてしまわないのだ。話題ごとに部屋が分かれてますの。困りごとの部屋に貼るのが早道ですわ。一番の機能は仲間だったのだな。最後の自由課題はどんな感じだったのだ？1万2000人以上が挑戦して6000件を超える作品が出ましたわ。6000件？一体どんなものが出てきたのだ？
古い手書き文書を読み取って文字に起こす仕組みがありましたの。昔のくずし字は人が見ても読めないやつなのだ。もう一つが宇宙の天気を研究する仕組みですわ。宇宙の天気って一体何なのだ？太陽から飛んでくる粒子の荒れ具合ですの。通信や電気網に響きますわ。地味に見えて生活を支えている話なのだ。いつか習っただけの人がこういうものを出してくるところが面白いですわね。僕みたいな初心者にも作れそうなやつはあるのだ。小さく始めるのが正解ですわ。毎週やっている手作業を一つ選びますの。毎週やってることなら正解も自分でわかるのだ。そこに道具を3つだけ与えて確認を挟む形にしますわ。さっき習った設計と守りがそのまま効いてくるのだな。合言葉通り雰囲気の試作を本番へ上げる形になりますの。今日の要点は3つ。設計、守り、そして公開ですわ。作るところよりその前と後ろが大事だったのだ。元ネタは Google 公式ブログの5日間講座の振り返り記事ですわ。概要欄にリンクがあるのだ。原文も自分で読めるのだ。明日からのおすすめは自習用の教材を開いて1日目だけやることですわ。それって今からでも無料なのだ。講座の中身は自習形式で残っていますの。急がず自分の速さで大丈夫ですわ。1日目が終わったら次は何をすればいいのだ？毎週の手作業を1つ選んで道具3つの小さな部下を作ってみてくださいまし。皆さんは一人で作る派ですか？仲間と作る派ですか？コメントで教えてくださいまし。僕は仲間と作る派なのだ。詰まった時に助かるのだ。私は一人派ですわ。入りきらない受賞作の話は概要欄の X で。本日もご視聴ありがとうございましたわ。面白かったらチャンネル登録お願いするのだ。また次回お会いしましょうわ。バイバイなのだ。